皆さんこんにちは。ジャパニーズスタディラボのまゆです。今日は日本の学校について話そうと思います。今日は学校でどんなことを勉強するかよりも、学校でどんなイベント、行事があるかについて話します。私はまず日本の学校が好きです。私は娘がいるんですけど、私の娘にも日本の学校に行かせたいなと思っています。なぜなら日本の学校にはいろいろないい行事があるからです。例えば運動会とか学習発表会があります。運動会はもちろん運動する行事ですね。そして学習発表会というのは、例えば友達と一緒に歌ったり、リコーダーとかピアノとか楽器を一緒に演奏したり、劇とかミュージカルみたいなことをしたりするんですよね。日本の学校では友達と一緒に協力しながら何かを作っていく、そういう行事があります。だからそれが私は大好きです。運動会はただ運動するだけじゃなくて、友達と一緒に踊ったりダンスしたりすることもあるし、友達と一緒に運動することもあります。例えばダンス踊りならよくよさこいをします。よさこいというのは日本の伝統的な踊りの一つです。鳴子というオレンジのものを持って音を鳴らしながら踊るんですよね。これも他のお友達と一緒にタイミングを合わせなきゃきれいにできないし、時々友達とペアになって一緒にポーズをとったり、何か一緒にこんな感じで形を作ったりする時もあるんですね。そういう時に必ず友達とコミュニケーションを取る必要があります。もちろん運動会の中には一人で走る、そういう場面もあります。でも友達と一緒に協力してするスポーツ競技は、例えば綱引きがあります。綱引きは長いロープを協力して引っ張り合うんですよね。2つのチームが1本のロープ、紐を引っ張り合う、そういうスポーツ競技です。これも大抵はクラスのクラスメイトと一緒に協力して、そのロープ、日本語では綱というんですけど、その綱を引っ張らなきゃいけませんね。これも友達と一緒に協力してする競技になります。友達と何か一緒に協力してするという機会がたくさんある点が私は大好きで、友達とつながれる、人とつながれることの喜びとか楽しさとか、そういうのを自分の娘にも感じてほしいと思っているんですよね。やっぱりこの時代 AI も出てきて、スマホもあって、人と直接会って話したりコミュニケーションを取ったりしなくても、なんとか頑張って生きていける社会になっていると思うんですよ。だから人の前で何かを発表したり話したりすることがあんまり得意じゃないと感じる子どもが増えているように感じます。でも人との直接的な関わりの中でやっぱり人とつながれて嬉しいみたいな、楽しいみたいな、そういう感情があると思うんですよね。でもそういう気持ちをやっぱり自分の娘にも感じてほしい、味わってほしいと思っているんですね。すごく、なので運動会はいい行事ですね。子供だけじゃなくてもちろん子供たちの親とか、
あとは近所の人たちも運動会を見に来るんですよね。だから見ている人たちもすごく楽しいし、とにかく盛り上がるんですよね。たくさん応援する声も聞こえるし、そういう見ている人たちも楽しませてもらえるので、運動会はね、ぜひこれからも続いていってほしい行事だと思っています。そしてさっき紹介した学習発表会、これはね、歌を歌ったりみんなで劇をしたりするんですけど、あとは楽器を弾いたりもします。日本の学校ではどうやってピアノじゃないけどハーモニカを弾いたり、どうやってリコーダーを吹いたりするかを音楽の時間で学べるんですよね。そしてそれをみんなで一緒に実際に音楽を演奏する、弾くという機会もたくさんあってですね。もちろんピアノができるとかリコーダーができるとか、そういう技術的な面でもやっぱりできることが多ければ多いほど子どもたちの自信につながると思うんですよね。なので子どもの頃から大人になったらなかなか経験できないようなことも、ぜひいろいろ挑戦していって、いろいろできることの楽しさとか喜びとかを感じてもらいたいですよね。子どもたちはいろいろなことができるようになるとやっぱり自信になって、また違うこともチャレンジしたいとか挑戦したいとか、そういう心とかやる気を育てられると私は思っているんですよね。それに加えてみんなで一緒に歌を歌ったり楽器を弾いたりするじゃないですか。これも運動会と同じで、みんなで一緒に協力して一つになる、みんなでまとまる、そういう機会になるので、すごくいいなと思っています。あと今私ずっと行事について話してきたんですけど、行事だけではなくて毎日の生活の中で、日常生活の中でも結構班活動、班というのはグループですね。グループ活動があるんですよね。大抵5、6人で一つの班、グループになるんですけど、その班で一緒に授業中に発表したり、あとは昼ご飯、日本では学校の昼ご飯を給食というんですけど、給食を準備したり、学校を掃除したり、その班ごとにいろいろなことをするんですよね。その中で人とどうやって何かをするのか、人と一緒にどうやって日々過ごしていくのか、そういうことを学ぶチャンスがすごくいっぱいあるんですよね。子供がこれから中学校、高校、大学といった後、社会人になって実際に働き始めてからも絶対に必要なスキルだと思うんですよね。そのスキルをですね、学校生活の中でも育ててくれる、そういうところがすごく私はいいなと思っていて、だからもちろん運動会とか学習発表会とかそういう行事を通して人と一緒に何かをすること、協力することを学んでいくと思うんですけど、それだけではなく日常生活の中でもそういう機会があるっていうのは素晴らしいなと思っているんですよね。これが私の日本の学校の結構気に入っているところですね。あとこれは学校というよりも日本の社会の状況にも関係あるんですけど、毎日子どもたちだけで学校に行ったり家に帰ったりできるのもすごく魅力だと思っているんですよね。私はイギリスのロンドンに住んでいたんですけど、ロンドンだと
小学生の子供、11歳12歳ぐらいまでの子供は必ず大人と一緒に外を歩かなきゃいけないんですよね。でも日本の子供たちの場合は子供たちだけで学校まで通学できるわけですよ。これって日本がとっても安全で治安がいい国だからできることなんですけど、これも私結構好きなところですね。なぜなら私も自分が子供の時、近所に住んでいた友達と一緒に学校まで通学したんですよね。毎日子供たちだけで待ち合わせして一緒に学校に行く、それを毎日毎日したので、やっぱりその友達たちとは30代になってもまだ連絡を取るしつながっているんですよね。そういう毎日友達と一緒に学校に行くことによって仲良しの友達が作れたんですよね。あとはその授業とか学校の中だけじゃなくて、学校行くまでの間も友達とのコミュニケーションが生まれるのはすごく友達と一緒にいる時間が長くなってすごく自分は好きでした。なのでそういう経験を子どもたちができるのはすごく素晴らしいことだなと思っています。まだ話したいことはいっぱいあるんですけど、そういう勉強とか学校で学ぶことについては話が長くなっちゃうので、また違う動画を撮って一つ一つ話したいと思います。なのでもしまた私のポッドキャスト聞きたいなと思ったらぜひまた聞きに来てください。それではまた次のビデオでお会いしましょう。ありがとうございました。バイバーイ。